どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマはハラスメントの予防対応です。今回の内容について、1. ハラスメントとは、2. セクシャルハラスメント、3. パワーハラスメント、4. ハラスメントの予防対応、これらについて説明していきます。1. ハラスメントとは、ハラスメントは悩ませること、嫌がらせのことを言います。代表的なのがセクシャルハラスメントとパワーハラスメントですね。この2種類についてまずは理解しましょう。2. セクシャルハラスメント。セクシャルハラスメントは性に関する嫌がらせです。対価型セクハラと環境型セクハラに大きく分類されます。対価型セクハラは職場における労働者の意に反する性的要求に応じるか否かで、その労働者が労働条件について解雇、降格、減給の不利益を受けることです。特徴は加害者は上司、セクハラか分かりやすい、上司と部下の関係のため紛糾しやすいことです。典型例としては、交際を求めたが応じなかった社員を転勤させる、解雇しないことを条件に性的行為を強要する。スライドを作成している間も苛立ちを感じましたね。非常にわかりやすいセクハラだと思います。環境型セクハラは職場における労働者の意に反する性的な言動により、労働者の職務遂行や能力の発揮に見過ごすことのできない支障が生じ、職場環境が損なわれるものです。特徴は加害者は上司だけではなく、同僚部下もなり得る。セクハラに当たるか否かの判断が難しいということです。典型例は必要がないのに相手の体を触る、職場にヌード写真のカレンダーを貼るなどです。嫌がっている人もいるのに受けていると勘違いして下ネタを話す人もこれに当たるのでしょうね。悪気がないように捉えがちな部分があり、セクハラか分かりづらいでしょう。ただしそれゆえに陰湿な面があります。対価型セクハラと環境型セクハラについて説明しました。これらはあくまで分類なので、両方の型にはまらないケースがあるのはご理解ください。セクハラにあたる言動例です。男のくせにほにゃらら、女なんだからほにゃららという発言、男の子、女の子、坊やお嬢さんなどと人格を認めないような呼び方をすること、女性であるというだけで職場でお茶組や掃除、使用等を強要すること、思い当たる人は気をつけましょう。3. パワーハラスメント。パワーハラスメントは職務上の地位や立場など職場における優位性に基づくものです。仲間外れにするなど同僚や部下が行うケースもあります。パワーハラスメントの行為類型はこれらの6つです。1. 身体的な攻撃、暴行傷害。2. 精神的な攻撃、脅迫、暴言等。3. 人間関係からの切り離し、隔離、仲間外し、無視。4. 過大な要求、業務上明らかな不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害。5. 過小な要求、合理性なく能力と経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと。6. 個の侵害、私的なことに過度に立ち入る。思い当たる人は気をつけましょう。4. ハラスメントの予防と対応。まずはハラスメントの予防についてです。1. ハラスメント問題に関する方針の策定及び公表。トップのメッセージとして組織の方針を明確化し、ハラスメントを許さないという職場風土の改善を図ります。2. ハラスメント問題及びその対応の周知徹底。社内研修などにより具体的な事例を通して従業員にハラスメントの実態や対応策を習得させます。3. 就業規則、組織内の規定の整備。就業規則だけでなくマニュアルの作成、未然防止や早期発見などのために相談窓口を設置することも重要です。最後にハラスメントの対応についてです。被害者のプライバシーに対して最大限の配慮をしながら実施しましょう。初動対応は被害者の保護手当、情報の収集・共有を行います。
事実の調査は被害者、加害者及び必要に応じて第三者からの情報収集を行います。状況の改善は加害者への謝罪勧告、被害者の労働条件上の不利益の回復を行います。関係者の処分等は加害者などへの懲戒処分、処分内容の開示、ハラスメントに対する対処方針の周知徹底を行います。再発の防止は組織内の広報誌などによる周知徹底、組織内研修の強化などを行います。今回はハラスメントについて説明しました。人間は僕も含めて不完全で間違いを犯しやすい生き物であります。定期的にハラスメントについて認識をする時間を設けることで、理性ある健全な職場環境になるのではないでしょうか。今回の内容が皆さんにとって良い機会になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。